下に昆布を敷いてあげて、太い筋で白子同士が濃いめのね赤塩をはい、白子ポン酢と白子焼きの作り方ということで、本日はねこちら、まだらの白子を使って白子の下処理とね、食べ方を紹介しようかと思いますと。で、もちろんねこれもうそのままね調理し始めてもいいんですけれど、丁寧に下処理をするのであれば、まずはねこの白子の臭みを抜くので、氷水に、薄くね塩を溶いて、その中に白子をまずは浸しますと。でこうするとね、白子の生臭さが抜けるので、この処理はねやった方が美味しく食べれるんではないかと。で、この時の注意点としては、このね塩が強すぎると白子のね水分がどんどん抜けていってしまうので、目安としてはね 2% 程度漬け込んでくださいと。では時間はだいたい30分ほどね漬けておけば臭みが抜けますんで、まずは薄い塩水に氷を入れて白子を漬け込みますと。30分経ったら、ざるにあげてね水気を切りますと。ちなみにね白子というと冬のイメージがあるかと思うんですが、これはね10月の頭に取れた白子で、出始めのねほんと秋の始まりあたりの白子というのは薄いピンク色でちょっと小ぶりで身が透けているようなね、これがもっと寒くなってくると白が濃くなって、身もね大きくなって濃厚な白子になっていくんですけれど、出始めの白子はちょっとみずみずしいというかフレッシュ感のある白子で、僕はね結構この時期の白子も好きだったりしますかね。で、水気が切れたら続いて、これねキッチンバサミを使って白子をばらしていくんですけれど、白子ってね一つがこの大きさなんですけれど、裏返すとこういった太い筋で白子同士がつながっているんですよ。こういった筋で白子同士がつながっているので、まずは、この筋をね切り離していきますと。包丁で切り離してもいいんですけれど、このね切り離す作業は圧倒的にハサミの方がやりやすいので、僕はハサミをおすすめしてますと。でここでこの筋を切りすぎてしまうと、今度ねこの白子同士がこうバラバラにほぐれていってしまうので、そのね加減は何度もやって覚えていただくしかないんですけれど、慣れればそんなに難しい作業ではないですかね。もう本当にね触るとここだなって分かるぐらい硬い筋なので、これをね見つけたらこう引っ張りながら外していくといったイメージですかね。で、焼く場合も白子ポン酢にする場合も、ここまでが基本的な、共通した白子の下処理と。まずはね白子ポン酢から生で食べたくなってしまうんですが、結構な確率でねアニサキスが付着していることが多いので、火を入れてから食べますと。でさっきね筋を切ったんですけど、ここでね食べやすい大きさに切り分けてから、火を入れていきますと。で通常はね熱湯に落として中までしっかり火を入れてしまうことが多いと思うんですが、僕はねなるべくなら生に近い状態で食べたいので、昆布だしに、お塩と、こちらお酒ですね。お酒を加えて、でアニサキスというのは、60度でね死滅するので、だからだいたい火がね70度から80度の温度のこの昆布だしでゆっくり中まで火を入れていくというイメージですかね。
で弱火にするとね、どうしてもこう水の流れが起きにくいので、たまにねこう優しくかき混ぜてあげて火を入れていってくださいと。で、今ねお湯に落として4分ほど経ったんですけれど、中心までねしっかり火が入ったらざるに上げていきますと。でこの時にね氷に落とすと、せっかくね昆布とお酒で香りをつけたのに香りが飛んでしまうので、僕の場合はね、このまま揚げて、でここにポン酢をかけて食べると。結構ね冷たくして食べること多いと思うんですけれど、このね熱々の白子もなかなか美味しいので、で、あとは盛り付けて食べるだけといった形ですかね。で、ポン酢といえばもみじおろしということで、もみじおろしっていうのはね、これは大根おろしにこれ一味ですね、一味を加えて、あとはなじませれば簡単に作れますので、辛いのね苦手でなければもみじおろしを作って、ポン酢をかけて食べてみてくださいと。あとねネギなんかを添えても相性いいので、もうその辺はねお好みでいろいろね添えてお召し上がりくださいと。はい、続いて白子の焼き。白子焼きはね、ポン酢よりもさらに簡単で、適当な大きさに切って、味をつけて焼くだけと。で味をねつける際はここにね直接塩を振ってもいいんですけれど、お酒の香りも加えたいので、お酒をねちょっとに塩を結構強めにね効かせて、濃いめのね酒塩を作って、ここに、白子を加えますと。こんなに濃くて大丈夫なのと思うかもしれないんですが、白子ってね意外と塩分が効きにくいので、ある程度強めに塩を入れてあげないとあんまりね味がしないというか、塩気を感じない白子焼きになってしまうので、酒塩は思い切って塩を入れてしまって、大丈夫です。この酒塩にね10分ほど漬け込んで、あとは取り出してオーブンに入れて焼くだけと。そうしましたら10分経ちましたので焼いていきたいと思いますと。でね、焼く際はオーブンでもグリルでも何でも焼けますんで、使い勝手のいい方法で焼いてみてくださいと。あとは焼くだけなんですが、これねもちろんそのまま焼いても十分に美味しいんですが、僕のおすすめはね、こんな感じで下に昆布を敷いてあげて、このまま、グリルに入れてあげると。こうすると焼きながら、昆布の香りが白子に移るので、僕は比較的この焼き方が美味しく感じますかね。でもちろんね途中で上下返してあげて、焼いてください。きれいに焼き目がついたらあとは盛り付けるだけですと。ちなみに、食用でね出回る白子というのは、マダラ、これマダラなんですけど、あとはスケソウダラだとかトラフグ、マフグと、あと鮭の白子なんかも出回るんですけれど、僕がね好きなのは、マダラかやっぱりトラフグですかね。この2つが圧倒的にクリーミーで白子といった感じですかね。鮭の白子だとかね、あとマフグの白子なんかも、さっぱりしていてね美味しいは美味しいんですけれど、このね白子ならではのクリーミーさで言ったら
やっぱりトラフグかマダラが美味しいかなとは思いますかね。今日は、白子ポン酢と白子焼きとご紹介いたしましたと。